これから懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1J テスト実用日本語検定音量調整 2J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。これから聞くテストを始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から6まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。ここはどこですか？ 1、動物園です。2、海岸です。3、小学校です。4、公道です。B の写真を見てください。問題2。これは何ですか？ 1、ホッチキスです。2、セロテープです。3、ライターです。4、ファックスです。C の写真を見てください。問題3。何をしていますか？ 1、人形を踏んでいます。2、落ちている葉を拾っています。3、お湯を沸かしています。4、アクセサリーを選んでいます。D の写真を見てください。問題4。正しい説明はどれですか？ 1、船が倒れそうです。2、船が港に止まっています。3、オートバイが倒れています。4、オートバイが駐車場に止まっています。E の写真を見てください。問題5。何をしていますか？ 1、検査です。2、計算です。3、化粧です。4、観光です。
F の写真を見てください。問題6。会議中の森さん宛てに電話がありました。こんな時、何と言いますか？ 1、ただいま席を外しております。2、外におりますので少々お待ちください。3、休憩中なので後にしていただけませんか？ 4、会社にいないのでおつなぎできません。2、聴読会問題。最初に質問を一つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしましょう。例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか？私のカバンは黒くて大きいです。これですか？ええ、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は7から12まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女の人と男の人が話しています。問題7。男の人は何に困っていますか？王さん、会社にはもう慣れましたか？はい、おかげさまでだいぶ慣れました。何か困っていることはありませんか？他の社員との日本語の会話とか大丈夫？会話は問題ないです。皆さん親切ですから。出張の時も先輩が一緒に来てくれて、とても助けてもらいました。王さんは時間も守るし真面目だって中川部長も言っていましたよ。そうですか。よかった。ただ、朝の電車が電車？とても混んでいて、朝から疲れてしまって。ああ、それは私もですよ。問題7。男の人は何に困っていますか？H を見てください。バスの中で係員が話しています。問題8。ここでできないことはどれですか？皆さん、お疲れ様でした。ガラス美術館に着きました。ここでは美術館の中を見たり、近くで食事したりできます。それから美術館の前の庭はとても素晴らしいので、ぜひ見学してください。写真を撮りたい方は私がお手伝いしますので、遠慮なく声をかけてくださいね。ここを出たら次の場所までは時間がかかります。トイレには必ず行っておいてください。今11時です。出発時間は12時30分です。出発時間の5分前にはバスに戻ってくるようにしてください。それでは自由時間です。あ、お食事は自由ですが、お酒は飲まないでくださいね。問題8。ここでできないことはどれですか？
愛を見てください。男の人と女の人が電話で話しています。問題9。2人は何時に会いますか？お待たせしました。三浦です。辰巳証券のキムでございます。いつもお世話になっております。こちらこそ。昨日お電話でお約束した木曜日の打ち合わせのことなんですが。はい。申し訳ないんですが、11時の予定を10時に変えていただけませんか？急な予定が入ってしまいまして。すみません。10時は難しいですね。午後でしたら何時でも大丈夫なんですが。では、午後1時か2時頃はいかがですか？いいですよ。では、早い方にしましょうか。わかりました。では、よろしくお願いします。問題9。2人は何時に会いますか？J を見てください。電話で女の人と男の人が話しています。問題10。女の人はどの店に行きたいですか？もしもし、今約束したお店に向かってるんだけど、場所がわからなくなっちゃって。駅からまっすぐ歩いてきたんだけど。今どこにいるの？周りに何がある？吉野寿司っていうお寿司屋さんがあるんだけど、その他には何も見つからなくて。それは行き過ぎだな。少し駅の方に戻って、大きい道の角を左に曲がって。ちょっと待って。左に曲がったよ。そこから2本目の道を右に曲がると、白川っていうお店があるから。2本目を右ね。わかった。すぐ行く。問題10。女の人はどの店に行きたいですか？K を見てください。電車のアナウンスを聞いて、女の人と男の人が話しています。問題11。2人はどこで降りますか？本日も平成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は富士駅行きです。次はリバーサイド駅です。お出口は右側です。お乗り換えのご案内をいたします。緑駅行きは1番乗り場から、旭駅行きは3番乗り場から発車いたします。この電車はリバーサイド駅を出ますと、次は大和駅、南駅、終点富士駅の順に止まります。私たちは終点の一つ前で降りるんだよね。うん、そう。次の駅で乗り換えるんだっけ？このまま乗ってればいいよ。問題11。2人はどこで降りますか？L を見てください。男の人が話しています。問題12。男の人のお母さんはどのぐらい歩いていますか？皆さんは自分が毎日どのぐらい歩いているか知っていますか？ここに20代から70代までの男女が1日に何歩歩いているか調査した結果があります。20代、30代は男女の差が非常に大きいです。
それ以降も男性の方が多いですが、それほど大きな差はありません。最も多く歩いている年代は、男性は30代で8141歩、女性は40代で6888歩でした。男女ともに働いている世代が最もよく歩いていることが分かりました。男性について見てみると、20代から50代まで少しの差はありますが、そんなに大きくは変わりません。しかし、50代から60代の間、60代から70代の間の2度大きく減少していることがわかります。一方、女性は30代では少し減りますが、20代から60代まで男性ほど大きな変化はありません。70代で大きく減少し、4317歩で最も少なくなります。今年70歳になった私の母がどのぐらい歩いたか測ったところ、同じ年代の男性と同じぐらいでした。問題12。男の人のお母さんはどのぐらい歩いていますか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。ギターが弾けますか？ 1、ええ、少しなら。2、いえ、結構です。3、いいえ、弾きません。問題14。あれ、まだいたの？ 1、誰もいないよ。2、ちょっとシャツを選んでいたんだ。3、もうすぐ着くよ。問題15。雨が降りそうですね。1、ええ、コートが濡れました。2、ええ、晴れてきましたね。3、ええ、早く戻りましょう。問題16。あ、財布忘れた。1、じゃあ、連れて行く？ 2、じゃあ、取りに戻る？ 3、じゃあ、持ち帰る？問題17。あのお店、とても美味しかったですね。1、気に入ってくれてよかったです。2、そんなに心配しなくてもいいですよ。3、私も楽しみにしています。問題18。バスいつ来るかな？
1、漫画を見て。2、時刻表を見てみよう。3、メニュー見る？問題19。この後カラオケに行きませんか？すみません。ちょっと喉の調子が悪くて。1、用事があるならしょうがないですね。2、そうですか。じゃあまた今度。3、歯医者へ行った方がいいですよ。問題20。あれ、野中さんお休みですか？ 1、いいえ、会議室にいるはずですよ。2、はい、休みたいです。3、いやいや、もう寝てますよ。問題21。最近、フォンさんからメールの返事がないんだ。1、フォンさん優しいからね。2、ポストあそこじゃない？ 3、あ、携帯壊れたって言ってたよ。問題22。いらっしゃいませ。ご予約はございますか？ええ、鈴木と申します。1、ではご予約を。2、ではご案内します。3、では伺ってください。問題23。エアコン消しても構いませんか？ 1、いいえ、構ってください。2、すみませんでした。3、ええ、私ももう帰りますから。問題24。あまり無理しないでくださいね。1、いや、ドライヤーがあるので。2、いや、ライバルに負けたくないので。3、いや、キャンプにしましょう。問題25。あの店、いつも全然客が入っていないね。1、流行っているんだね。2、羨ましいな。3、人気がないみたいだね。問題26。新商品の出来上がり、イメージ通りですね。1、発売されるのが楽しみだよ。2、前の案に戻そうか。3、販売が伸びないんだよ。問題27。部長、厳しすぎて嫌になるよ。1、あなたに期待してちゃいけないね。2、あなたに期待しているからこそよ。3、あなたに期待するわけないよ。問題28。新店オープンおめでとうございます。ありがとうございます。1、やはり目の回る忙しさですか？ 2、口が硬くて安心ですね。3、耳が遠くて困りますね。4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は1つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょすみません。頭が痛いですから今日は帰ります。う。わかりました。女の人はどうして帰りますか？一番いいものは
2です。ですから、例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは問題を始めます。1、クラス会で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。庄司くん、久しぶり。元気だった？仕事は大変だけど楽しくやってるよ。それはよかったわ。あれ、庄司くん、電車の運転手だったわよね。ああ、それはもうやめたんだ。今は警官をやってるよ。へえ、そうなんだ。忙しい？前の方が忙しかったから、今はまあまあかな。中村さんはまだ看護師続けてる？ええ、今年からすぐ近くの桜中央病院で働いてるの。え、そうなの？僕の姉もそこで働いてるんだけど。あれ、でも看護師じゃないわよね。もしかしてお医者さん？いやいや、食堂で働いてる。ああ、そうだったのね。私、毎日そこで昼ご飯食べてるのよ。気づかなかったけど、合ってたかもしれないわね。問題29。女の人の仕事は何ですか？問題30。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？2、女の人の話を聞いてください。私は1年前に日本へ来ました。私の部屋はとても狭くて、ベッドを置く場所がありません。布団なら片付けることができるので、部屋が狭くても大丈夫だと聞いて、仕方なく布団で寝ることにしました。最初は体が痛くて、あまりよく眠れませんでした。それに、毎日片付けるのはちょっと大変で、朝急いでいるときはそのままにして出かけることもありました。でも今は慣れて気持ちよく眠れるようになりました。それに布団はとても便利なものだと気がつきました。引っ越しするときに簡単に運べるし、家族が来た時のためにもう一つしまっておくこともできます。私は布団が大好きになったので、国へ帰っても布団を使おうと思っています。問題31。女の人はどうして布団を使い始めましたか？問題32。女の人は布団のいいところは何だと言っていますか？3、父と娘の美香さんが話しています。この会話を聞いてください。ただいま。あ、お父さん、おかえり。ミカ、疲れてるみたいだけど、どうした？今日八ヶ岳に登ってきた。お父さんいいところだったって言ってたから。おー、そうか。行ってきたか。よかっただろ確かに良かったけど、すごく大変だったよ。途中でやめようと思ったぐらい。う。それでどうしたんだ？登れたのか？友達が、もうちょっとだから頑張れって何度もずっと言ってくれて、
なんとかね。そうか。すごく大変だったけど、頂上まで行ったら景色が綺麗で最高だったよ。そうか、そうか。父さんの言った通りだろ問題33。ミカさんはどこへ行きましたか？問題34。ミカさんについて会話の内容と合っているのはどれですか？4. 男の人の話を聞いてください。う。去年、野球の世界大会に出場しました。私は小さい頃から野球が大好きでしたが、高校に入学した時は体が小さくあまりうまくもありませんでした。高校2年生になって将来のことを先生と話す機会がありました。私のレベルでは大学で野球を続けることは無理だと思っていたので、大学へ行かずに就職するつもりだと伝えました。その時先生は、君にはセンスがある。体ならこれからまだ大きくなるから野球を続けた方がいいと言ってくれました。3年生になるまで考え、野球を続けるために大学へ行くことを決めました。そして大学在学中に日本代表チームの選手に選ばれました。大学に行かずに働くことを選んでいたら、こんなにいい経験はできなかったかもしれません。今度先生に会えたらお礼を言いたいです。問題35。男の人はどうして働こうと思っていましたか？問題36。男の人について話の内容と合っているのはどれですか？5、会社で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。坂本くん、申し訳ないんだけど、ちょっと手伝ってもらえないかな。残業になっちゃうけど。いいですけど、どうしたんですか？さっき部長からメールがあって、明日の会議の内容、一部変更になったみたい。もらってた資料でグラフを作ってあったんだけど、それが全部やり直し。ええ、じゃあ、全部初めから入力するってことですよね。うん。だからすぐに始めないと。坂本くんはこっちの新しい資料の数字を読んでくれる？私はそれを入力していくから。わかりました。結構時間かかりそうですね。そうね。でも、なるべく早く終わらせよう。そうですね。急ぎましょう。できた資料はどうするんですか？会議室に持っていくことになってる。わかりました。じゃあ、重いものは僕がやりますから。助かるわ。問題37。2人はどうして残業することになりましたか？問題38。女の人はこの後まず何をしますか？
これで聞くテストを終わります。